こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、全体でプラス 2.63 億ドルの純流入となっています。2億ドル相当の流入は、8月26日以来となってますね。週間フローも2週連続マイナスとなってましたけども、今週はプラス4億ドルと、プラスで終了となっています。ただイーサの方は全体でかろうじてプラスとなってますけども、いつも通り大きな流入見られずとなってますね。週間でもマイナスとなってます。で、一方香港は久しぶりに動きがありまして、ビットコインは約マイナス 25BTC、ドル換算ではマイナス150万ドル相当、イーサプラス156イーサ、ドル換算ではプラス37万ドル相当となってます。ただいつも通りですね、市場にインパクトを与えるほどの規模ではない動きになってますね。ビットコインの価格は現在6万ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米ミシガン大学消費者信頼感指数が予想の 68.2 に対して結果が 69.0 と、前回の 67.9 をも上回ってまして、米景気回復示唆となってます。で、これが発表された時間帯、日本時間昨日の23時以降ですね、ビットコイン各指数も続伸となってます。米国債金利は 3.655 を推移しておりまして、ナスダックが 19,514、S&P500 が 5,627、ダウ平均が 41,393、キンゴールドが 2,577 ドル、日経平均が 36,581 円、ドル円が 140.77 円となっております。円高継続となってまして、金もまた ATH 更新となってますね。個別株の方では、マイクロストラテジーが 18,300BTC を約11億ドル相当で買い増ししたのが話題になっています。これで保有量は 244,800BTC となってますね。日本の方ではメタプラネットが毎回数億円の買い増しが話題になってますけども、本家はその数百倍の規模で買い増しとなっています。マクロストラテジーの株価も1日でプラス 8.18% と比較的強く伸びてますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 5.54%、額としては319億ドル相当、比率としては全体ではショートが 65.0%、バイナンスミはショートが 50.8% と下寄りになっています。今後の指標としては9月16日に米ニューヨーク連銀製造業景気指数、9月17日に米小売、ドイツユーロの景況感指数などが控えております。他アナリストの見解ではですね、来週の FOMC で 0.50% の利下げ予想が多くなってるんで、FOMC まではリスクオン資産が上昇する可能性があるという見解などが注目されています。市場全体としては円高、金の上昇と、リスクオフの雰囲気が残りながらもですね、その FOMC の 0.50% の利下げ期待からリスクオン資産も強くなってる。先日の ECB の利下げもありましたし、各法定通貨から資金が逃げてるような印象がありますよね。仮想通貨市場単体で見ても久しぶりに明るいファンダが多いですし、これから取り上げるファンダもプラスに作用するものがありますんで、それも後押ししてるのかもしれませんね。ただ FOMC の利下げ幅次第での事実売り懸念は未だ残っている状態だと思います。チャットだけ見たらもうすでに6万ドルの攻防となってまして、週末を迎える形となりました。もともと週明け6万ドルで19日の FOMC で0.25% 利下げで折れるみたいなシナリオも想定してたんですけども、この時点で6万ドルで、OI もここ最近と比べると増加傾向となってますんで、週明けまで続伸する展開もあるかもしれないですね。ここを抜けるとなると、次は6万4000の抵抗となってますが、FOMC まで到達できるのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在2410ドル、BTC 建ては 0.0403 と、昨日よりさらに下がっています。先物の方では、OI は全体でプラス 5.30%、額としては110億ドル相当、比率としては全体ではショートが 58.7%、バイナスミはロングが 67.7% と下寄りになっています。イーサ関連の話題では、ビーコンチェーンの立ち上げなどに貢献してたイーサ財団のダニー・ライアン氏が7年の在籍を終えて退職したことなどが話題になっています。こちらは市場全体の上昇になんとか助けられてますけども、引き続きイーサ単体で強くなる要因もなくですね、BTC 建てもついていけず、0.04 のラインをギリギリ保ってますけども、下へ垂れてる印象は変わらないですね。この状況で ETF に流入がないのはかなり厳しいですよね。ずっと財団やオンチェーン状況を取り上げてますけども、
明るい話題が一切出てこないのが現状です。チャートだけ見たら BTC 建ての 0.04 を割った時ですね。次は 0.035 あたりになるんで、そのあたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの逆転があるのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。SEC が仮想通貨の証券認定の定義を変更しているのが話題になっています。で、今まで SEC はですね、そのソラナやエイダ、マティックなどを証券だと主張して、それを取り扱っている各事業者を訴えて罰金を求めたりしてた、少なくとも私の認識ではそうだったんですけども、その今回提出されたバイナンスへの修正訴状の中で、SEC がその主張、表現を変えてまして、仮想通貨自体を証券と言ってるのではなくて、その仮想通貨に関連する契約や期待など、その他の要素すべてを証券だと言ってると。なので今まで訴状内で使ってきた暗号資産証券という言葉はですね、それらの省略単語として使ってただけなんで、そういう意図で汲み取らないでくれと。今後は誤解を招かないように、省略系の使用を控えるとのことなんですね。で、これに対して界隈ではですね、今まで散々引っ掛け回してきて、今更それはちょっと無理あるんじゃないかと。当然のように SEC に非難が集中しているといった状況です。で、現在この SEC の動きが何を意味しているのかっていうのはね、明らかになってないんですけども、イーサ ETF が突然承認されたりした経緯を見てもですね、おそらくまた何かあったんでしょうね。裏の動きに関しては推測になってしまうんで言えないですけど、ただ SEC が通常する必要ない方向転換をしたということはですね、今まで指されてたアルトやアルト ETF への期待が膨らむ要因にはなりそうだなと、個人的には思いましたね。SEC vs 各事業者アルトの展開が今後どうなるのかにも注目ですね。あと他ではクラーケンが SEC の未登録運営訴訟に対して異議申し立て、陪審裁判を要求してたり、FTX のサムが自身の詐欺有罪判決に対して控訴していること、テザーが米国の規制対応のためにペイパルの政府担当を採用したことなどが話題になってますね。あとこれは市場とあんまり関係ないんですけども、取引所のビットゥーミーがアルゼンチンで VSP ライセンスを取得してます。で、これどっかで見たことあるなと思ったら、そのコインチェックの IO 銘柄、ブリリアンクリプトのブリルが上場した取引所ですね。で、ブリルが上場しますと発表したときはね、なんだこの聞いたことない取引所みたいな言われ方してましたけども、意外なところで話題になってます。南米方面でシェアを獲得できるのか注目ですね。あと、アルト関連では、マティックがポルトークン移行後ですね、バイナンスに再上場してます。大体こういうリブランドって事実売りで下がるパターンが多いんですけども、上場後比較的強く伸びたのが話題になってますね。ポルの価格は現在 0.41 ドル、BTC 建てはプラス 6.7%、時価総額は33位です。上位の中ではランキングを落とした銘柄ですけども、ここから反転できるのか注目ですね。あとはパラパイキャピタルがアバランチチェーン上で資産のトークン化を実施したのが話題になってます。パラファイキャピタルは運用資産10億ドル以上と言われてまして、その一部を今回セキュリタイズと協力してトークン化したとされています。各ファンドの RWA 推進が毎回注目されてますけども、話題性がありますんで、どのチェーンで実施するのか、毎回争奪戦になっているような気もしますね。アバックスの価格は現在 24.9 ドル、BTC 建てはプラス 0.9%、時価総額は13位ですね。上位20位以内の上昇率では2位あたりとなっています。RWA 分野で地位を確立できるのか注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。